道草チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。テラリウムを栽培して一番最初に直面するトラブルがカビじゃないでしょうか。カビ生えたら嫌ですよね。今日はテラリウムのカビ対策について、実際にカビが生えてしまった作品があるので、こちらを参考に解説していきたいと思います。ではやっていきましょう。まずはカビが生えてしまった箇所を確認していきます。小坪苔の先端の方が白くカビが生えております。もう1箇所が流木の裏側、この部分にカビが広範囲に生えています。この2箇所をまず対策していきたいと思います。まずカビが生えた部分を切除して取り除きます。テラリウムの中に残っていると、いくら殺菌剤をかけても効果が薄れてしまうので、カビが生えている部分の苔をトリミングして取り除きましょう。カビが生えている部分の苔を取り除いたら、次に茶色くなってしまっている苔、ここも今後カビが生えてくる可能性があるので、この機械にトリミングしてきれいにしていきます。はい、次に流木周りを見ていきましょう。正直ここまでひどくカビが発生してしまったら、一回取り出してブラシで洗った方がいいです。動画を撮ろうと思ってカビが生えていたのを放置していたら広がりすぎてしまいました。ここまで広がる前に発見して対処していくっていうことが大切です。で、まず流木にカビが生えてしまった時には、こちらのカビも物理的に取り除いていく必要があります。綿棒を使ってこするとカビが剥がれ落ちます。こんな感じですね。白い部分がなくなるまでこすぎ落としましょう。といってもこれは生えすぎててちょっと拉致が開かないので、一回流木取り出しちゃおうと思います。レイアウトを崩さないようにそっと取り出してブラシで洗っていきたいと思います。はい、流木ブラシで磨いてきれいに洗ってきました。白いところが完全になくなるまでブラッシングしてあげてください。きれいになったらレイアウトに戻していきます。倒れないように周りのソイルを押さえて流木を固定しましょう。はい、これで苔の先端に生えてしまっていたカビを取り除いたのと、茶色くなっていた苔をきれいに取り除く。そして流木に生えていたカビを洗い落としてきました。一回この中から見えている範囲のカビが全部取り除けた状態になってます。では次に殺菌剤をかけて見えていない部分のカビを全て駆除していきましょう。カビの胞子や菌糸はこの中にもういっぱいいる状態なので、次に殺菌剤を使ってこの中のカビを完全に駆除していきたいと思います。で、カビ対策に使う殺菌剤はこちら、ベンレート水和剤。このベンレート水和剤を1000倍希釈したものをよくかけて駆除していきます。1袋 0.5g 入りなので 500ml の水にこれ1包溶かして使用します。他の薬剤を使う時もそうですけども、容量濃度を守って使用するというのがポイントです。予防にやるためだったら霧吹きでかけて表面にかけるぐらいでもいいんですけども、今回はカビが広範囲に出てるので、水差しに入れて流木にもソイルにも苔にも全体に液がかかるようにしましょう。おそらくこのソイルの方にもカビの菌糸がいっていると思いますので、今回はこの砂利の部分などを含めてかけます。特に流木は木に染み込むような感じでかけておくといいでしょう。これで、カビが生えてしまった時の基本のカビ対策は完了です。そして
この残ってしまったベンレートの希釈液なんですけども、希釈してしまったものは光分解性といって太陽の光とかが当たると効果がどんどん薄まってしまうので、あんまり長期保存には向いていないです。他の観葉植物だとかテラリウムのカビ対策の予防にも使えますので、一回希釈してしまった液は、その時に使い切ってしまうっていう方がおすすめです。テラリウムのカビ対策、1回ではなかなか全部駆除しきれないということがほとんどです。1週間ぐらいしたらもう1回カビが生えていてもいなくてもベンレート水和剤を同じようにかけてあげる。そうするとカビが復活し始めのところを叩くことができるので、さらに効果的です。1回で殺菌をするというよりは、2週間ぐらいかけて2回3回叩くというイメージで殺菌剤をやっていくと効果的に駆除していくことができます。テラリウムにカビが生えてしまった時の対策動画でした。今回のポイントは、まずカビが生えてしまったところの苔を取り除く。傷んでいる植物や苔を取り除く。で、流木にカビが生えた時には流木をきれいに洗う。そこまでしてテラリウムの中からカビを取り除いた上で殺菌剤をかけてテラリウム内のカビを駆除する。それも1回だけじゃなかなか駆除しきれないので2回3回かけて完全に抑え込んでいくっていうのがポイントです。テラリウムにカビが生えてしまった時にはこの動画を参考に対処してみてください。この動画を見てテラリウムのカビ対策役立ったなと思う方はチャンネル登録、高評価ボタンお願いします。では次回の動画もお楽しみに。苔だったらだいたい10度から25度ぐらいが生育適温になるわけですけども、作成直後の部分を気をつけてあげるというところに、その時にカビすげえ生えます。